皆さんこんにちは、時森です。今日はアーティストのフッキーっていう画家との対話をちょっとしたいと思って、ぜひ。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。なんか俺たち同じ部屋に泊まってるんだよね。そう、昨日寝たんですよね。昨日ね。この二段ベッドの部屋で、まあでも上下ってわけではないけど、うん。まあ僕がこっちに寝て、で、フッキーがこっちに寝るみたいな感じで。初対面なんです。初対面なんですけどね。まあ昔から噂は聞いてて。僕も。ちょっと自己紹介をじゃあちょっといいですか？はい。みんなに。はじめなんて言いましたっけ決まり文句みたいな。ヤッホーみんな息してる？そんな。そうですか？僕それ言いたいな。ヤッホーみんな息してる、息しかしてない時丸ですって言ってるんですけど。ヤッホー、みんな息してる？息しかしてない。僕も菊池吹人です。僕は、画家なんですけど、僕と時丸さんの間に一人というか一人か二人知人がいて、はいはい、知人を介して噂を聞いてたという感じです。今は東京にいますが、活動範囲はもちろん長野と、あと地元が北海道なので、北海道と、まあ東京とって感じで展示をしたりですね。まああと、アートイベントに呼ばれれば、今回もそのイベントに近いんですけど、来たりして、ゆるくやってます。本業は画家ですけど、曲を作ったりとか、あと最近文章を書いたりとかして、なるべく豊かにそんな感じでやってますね。もうクリエイターですよね、だからね。でもなんかアーティストっていう方が、はい。多分多いというかね、やっぱ絵を描く人って、そうですね。そういうイメージが。なかなか同業者でクリエイターっていう人いないですね。いないよね。僕は画家と言ってます、自分のこと。そうだよね。思い切って。この間なんか銀座とかでも展示してた。して銀座もしたことあるし、新宿とかでも展示しましたね。あとは長野の松本でも展示しましたね。いや、なんか、結構面白い話がね。だから、なんかそのクリエイターっていうのは、で、ちょうどそれについて僕考えてて最近。はい。なんかクリエイターの意味が多分変わってきてると思ってて。うん。で、どちらかといえばそのクリエイターって職業的な言葉。はい。だからなんかその写真だったり、デザイナーだったり。うん。なんかやっぱそれでこう仕事をしてる人みたいなイメージだったのが、なんか最近のそのクリエイターっていう言葉はやっぱ YouTube とかに牽引されてるようなところがやっぱ強くて、だから発信込みになってるっていうか。難しい。そうですね。だから意味がなんか広くなってる気がしてるんだよね。いや、そういう意味では、やっぱ僕は発信は苦手ですね。あまりしてない。もう SNS もやってますけど、やらないですね。いや、だからアーティストなんですよ。やっぱりフッキーは。そうみたいで、やればいいんですけどね。いやでもね、やらない方がいいというか、なんか、やらないからこそそのアーティスト性が保たれると思ってて。そうですか。太郎くんもそんなやらないじゃない。やらない。やらないですね。人のことばっかり手伝ってね。いや、だから曲も、なんていうか、素人なんですけど、太郎くんと大学と出会って、多分ですけど、2016年にアルバム1個作ったんですよ。早いね。10年前ってこと？そうです。16年。もうそれは、もうびっくりするぐらい幼稚な。でもはい。で、そっから音作りは太郎くんやってたんですけど、2年ぐらいしたら、太郎くん、外付けの電子キーボードと PC つなげてやってたんですけど、なんか僕パソコンいじってたら、その外付けの使わなくても、キーボード上で、ドレミが打てるボタンを見つけたんですよ。と思ってから、そっからずっと僕が。で、毎年アルバムを出してるんですよね。キーボードなしでやってるの今じゃ作ってる？はい。パソコンのあれだけでってこと？そうです。すごいわ。そう。いや、なんか昨日もちょっと聞いたけど、その曲作りのやり方特殊だよね。僕だから教えてほしいんですよ、誰かに。なんだっけ、先にメロディー。そう。歌詞なんだっけ？歌詞ができて。理想は歌詞
理想は歌詞を書きたいんです。ただみんなが聴いてくれてるドキシティ、はい、なんかこう、とにかく作れなかったんです。イメージがあるものを作れなくて、で、結局本当に簡単なコードからスタートしました。G、C、G、C、G、C、G、C みたいな。でそれに適当にやって、だからもう不本意で作ってました。だからそこがやっぱり絵画的というか、アーティスト的というか、そうですか。多分大体コード進行をだからしないってことだもんね。いわゆるお決まりの、なんか C、G、F、A マイナーみたいな、よくあるお決まりのパターンを組まずに、もう、ひたすら F とか、なんかひたすら CF、CF みたいな感じだったりとかってことでしょ。いや、だから今、お決まりのっていうのも、お決まりなんだって思って。なんか例えばほら、ビートルズが全部やってるって言われてるじゃん、コード進行って。そうなんですね。そう、だからもう、現代のポップソングのコード進行はビートルズがやりきったっていうふうに、言われてたりする。だからビートルズで本当に曲のバリエーションがすごくて。そうなんですね。でも、だから結局コード進行はビートルズの同じものをブルーノ・マーズが使って、みたいな。で、それをエド・シーランも同じのを使ってるとか。じゃあ受け継がれてる。そう、全部一緒。でもやっぱメロディーとかアレンジとか歌い方が違うから、違う曲になるんだけど、だからお決まりのやっぱりコード進行のパターンっていうのがあって、大体多分そういうのをみんなやってったりとかして曲作るんだけど、それを、あえてしない作り方してるから。あえてっていうか。そう、だから皆さんもね、多分あえてじゃない。ドキドキシティボーイズっていうユニットをやってて。ドキドキシティボーイズ。ドキシティ。ドキシティ。で、僕もこれ最初聞いた時むちゃくちゃ衝撃受けて。これなんだっていう。いやありえないですよね。いや、だから、でもある意味、僕は新しい音楽だなと思ったんですよね。本当ですか？そう聞いた時に。そう、だから、フッキーに会うより前に音楽を聴いてるから、だから太郎から教えてもらって。いや、Spotify で聴ける。はい。で、ちょっとリンク貼るんで、ぜひ。ちょっと皆さんに聞いてみてください。ぜひ。ドキシティ。ドキシティね。でも最近は、イメージを落とし込めるようにちょっとなってきました。コード進行は置いといて。だから浮かんだメロディーをドレミに起こすっていう作業を時間をかければできるようになったので、そっからちょっとメロディ歌詞選考でできますね。もう完全に生の楽器は使わずに PC だけで作ってる。はい、弾けないんですよ、何も。たまにありますよ、机叩く音とか。あとなんかハーモニカとか使ってなかったっけ？いや、それも音入ってるんですよ。それもある。ガレージバンドでやってるんだ。で、皆さん打ち込みとかでやるじゃないですか。で、ガレージバンドってソフトいっぱい楽器があるんですけど、打ち込みらしい、なんていうかな、音、シンセサイザーとか、ドラムのキットとかあるんですけど、僕やっぱ生音に憧れてるので、ギターとかの音選んじゃうんで、エセギターなんですよ、音が。なるほど。はい、なんかピアノとか。打ち込みの中でもエレクトロっぽい電子音楽に寄せずに、その中で生楽器の音を使ってるから。はい、だから余計素人感出ちゃうんですけど。余計素人感と変な感じが、違和感が出て。でもやっぱそっち憧れあるみたいな。いや、でもそれがだからなんていうかな、誰にもない音楽になってると思ってて。大体ほら、そっちに憧れる人って、やっぱ生音使うじゃん、絶対。絶対僕も使いたいです。本当使いたい。で、あとは全く逆で、完全に電子音楽に寄せるのであれば、やっぱりエレクトロの、なんかね、電子音楽の楽器を中で使うじゃん。そこのねじれが、やっぱりなんか、いや、アーティストなんだよなっていうのは、だからずっとあって。クリエイターじゃなくて。クリエイターじゃない。ああ、そうなんだ。で、絵画から、油絵学科じゃないですか。はい。ね。だからもう、学問からだから、いわゆる、アートの世界に入ってで、そこからなぜ音楽にっていうのは？やっぱ、音楽好きだったんですね。もともと。はい。で、東京出てきて、やっぱちょっと寂しい気持ちがあったみたいで、その時に歌詞を書き溜めてた自分がいたみたいで、で、そう、だからそういうとこから、
で、たまたま近藤くん、太郎くんと仲良くなって、うん、突然、大きい電子キーボードを購入したんです、彼が。おーだから、やってみるか、みたいな。歌詞とピアノあれば、はいはいはい。っていうとこがスタートだったと思いますよ。あ、そうなんだ。じゃあやっぱり、二人っていうかユニットありきというか。もし、太郎くんと、あれしてなかったら曲には落とし込んでないかもね。だからこう、詩の状態で終わってたかもしれないですね。まあ、じゃあ偶然生まれたというか。そうですね。で、本当いつやめてもいいんですよ。はいはいはい。はい。だって新曲作って一応配信はするけど、それ誰にも言わないんです。しかも毎年出してるんです。毎年出してる。それ初耳で僕。はい。5曲入りとかでも、一応今年のアルバムっていう風にして。いや、その実行力がすごいよね。そういやだ、やめてもいいと思いながらやってるんですよね。それが継続の秘訣なのかな。いつやめてもいいっていう。どうなんですかね。でも僕も多分そうで YouTube とかって。あ、そうですか。だって別に YouTube が仕事ではないから。あ、そっか。でもいつでもやめてもいいんですよ。だって。でもずっと続けてるっていうか。でも今これもすごいやってますもんね。そう。うん。だからなんかそんな感じなのかな。感覚的には。そうなのかもしれないですね。でも本業というか、まあもちろんその区分け、どっちが本業っていうのはないかもしれないけど、はい。でも一応やっぱり絵が自分のフィールドだっていうのはある。あります。それはすごいあります。だから、音楽作ってたりしても、じゃあそれも入れ込んでアーティストって名乗ろうとはやっぱならないです。画家というふうに僕は言いますね、絶対。確かにね、そこで音楽入ってくると、ぼやけるもんね。何者かっていうか。はい。いや、なんか、やっぱ、絵は、責任を感じてます。世の中に出すという。で、僕の作品が必ず世の中を豊かにするという役割を担ってるような気がしてて。だから、そうですね。社会貢献じゃないですけど、っていう気持ちがある反面、やっぱ音楽はないですね。もっとなんか自分の中の遊びみたいな。いや、やっぱ若干強いですね。でも、幸運だったのが、なんかやっぱ知らない分、例えばマイナーコードとか僕何も知らないんですよ。はい、なので、調べてみたら全部メジャーで作ってたりとか。全部メジャーなんです。で、例えば。特殊だ。F、なんか、なんだっけ ?F マイナー、なんだっけ ?7 とかあるんですかね、こうちょっと。あの辺も僕全く知らないんで、本当にこうオーソドックスな、やつでやってた分、なんかやっぱ聞く人にとっては、こうなんか深刻じゃないっていうか。だから。確かにね。はい。深刻さがないっていうのは、ラッキーだったかも。確かに全然暗くないもんね。でも暗くなさが逆に怖いっていうか、多分その狂気はあると思うよ。いや、それ僕絵でも言われますよ。でしょ？はい。僕は絵は本物は生物は見たことないんだけど、一応どういうの描いてるかっていうのは太郎から何度も見せてもらって。そうよく言われます。北海道のやっぱりインスピレーションというかが入ってるよねっていうのは多分あると思う。その広大な大地、何もない大地みたいなところ、虚無感みたいなもの。虚無感。とか、でもなんかポップでハッピーでみたいな。ああ、そうですね。なんか、人も結構描くんだっけ？これ人を描きますね。それも理由はないんですけど、やっぱ人を描きたいですね。なんでですかね。で、なんかこう、人を描く上で、なんていうかな、なんか絵だからという理由で、それをなんていうかな、美術、なんか造形的な遊びとかはしたくない。だから例えば、色を思いっきり変えてみたりとか、形を崩してみたりとか、なんかそういうことはしたくないですよね。やっぱ人という存在をなんか尊敬したいというか、だから、なるべくまっすぐ描きたいですね。写真の通りにも描かないけど、僕なりに最も人を尊敬できるような意味合いで描
うん、でも難しいな。そうですね。影響を受けたアーティストとかっているんですか？もちろん大学入ってから知ったアーティストは結構います。名前挙げると今一番好きなのはアレックス・カッツっていう画家がいる。あとこの間亡くなったけどデビッド・ホックニーとか、皆さん人書くんですけど、とか好きですね。あと、そうですね。いろいろ出てきたな。ジョージア・オキーフとか。ジョージア・オキーフ。いいですか？写真とも関連あるよね。ありますあります。ね。誰だっけ？なんか前のパートナーが写真。パートナー写真家だよね。そう。名前どう忘れちゃった。ちょっと過激な感じで。そう。ジョージア・オキーフは、あれか、マンレイか。マンレイかな。マンレイだよね。マンレイの一時期の妻だよね、多分ね。そうなんだ。そうかも、でも。確か。なんか結構肖像残してた気がするね、ポートレート。そう。で、その人たち、絵もすごくいいんですけど、やっぱ、長生きがいいとは言わないけど、やっぱ晩年まで制作するんですよね。で、ジョージア・オキーフとか砂漠みたいなとこ行って、自分で家を作って、で、落ちてる骨とか拾ってそれじゃ描くんですけど。はい。やっぱ晩年までの、ライフスタイルとか見るとやっぱ尊敬しますね。長生き大事ってことね。今死んでもいいんだけど、長生きした方が楽しそうですよね。晩年に、晩年じゃなくてもいいけど、そういう生き方はあるんだと。でも作るもの変遷していくし、生きてれば何か作れるしみたいなのは、希望というか、なんか根源だよね。すごいそう思います。この間亡くなったデビッド・ホックニーももうギリギリまで書いてて、展示もやってて、突然パターンなんです。で、理想だね、確かにそれはね。やっぱ楽しみですよね、そう考えると。いや別に、本当40代、50代で死んでもいいんですけど、やっぱ想像するのは楽しいですね。いや、最後まで絵描いたらどうなるかなって。いや、やっぱでもそういうところが素敵だよね。そうですかね。アーティストだよね、やっぱね。そうですね。どういう風に生計立ててるの？いや、それがそう聞いたことなかった。いや、全然教えますよ。たまたまですけど、絵を教える仕事を紹介してもらって、今、3つ掛け持ちしてます。そうなんだ。今、教えてるんだ。はい。幼稚園の、造形活動みたいな、放課後クラブみたいな。それを2つ、別の幼稚園で手伝いしてて、あともう1個は大人の絵画スクールみたいな。池袋なんですけど。池袋で。そっか。じゃあ、もしかしたら絵学びたい人はね、あれかも。復帰に学べる可能性あるってことだね。いや、僕の指導はみんなを困らせてるみたいですね。そう。はい。なんか、僕無意識なんですけど、この辺はうまいことやっといてくださいとか言ってるみたいで。何も無意識のうちにそういうこと言っちゃった。だからそうですね。たまたま、でも大学を卒業してから、大学中もそうかな。自分で仕事を探したっていうのはないですね。いや、でもすごいね。幸運だね。そうなんです。本当ありがたい。油絵学科出て、アーティストとして食っていくって、なかなか想像できない人が多いと思う中で。僕が逆に、と思ったのは、先輩方で就職しながら絵を描いてる人の話を聞いたことがなかったんです。だからその選択肢は僕になかったんですけど、今考えたらそれもあったなっていうふうには思います。思うけど、皆さんに誘われてありがたいですね。いや、すごいね。でもやっぱ描くことが仕事になってるというか、現場でも絵に関わる仕事をしてるから。そうで、それも、僕、卒業した時は一応絵描きって言ってたんです。なんとなく間取って。でも、途中から画家って言い出してから、そういう仕事がトントントンって入ってきました。なるほど。その名前っていうかね、ラベルの重要性っていうかね。それすごい感じました。あるかもね。僕を紹介する人も、画家なのって言うんですよ。画家って響き面白いんだなと思って。いや、でもそうだと思う。だって、なかなか名乗れないというか。でもそこはやっぱ名乗っていくってことが大事で。いや僕は、やっぱカメラマンとか、フォトグラファーとか、
写真家って名乗ってきたんですよ。はい。20代の頃。はい。30手前まで。で、途中からエクストリームミニマリストって名乗り出したら、仕事全くなくなった。ああ、そうなんだ。だから、それでなんか写真の仕事がなくなって、まあ、でも別に写真はこうフェードアウトしてたから、はい。自分的にはまあ、まあこんなもんかと思ったんだけど。ちょうどよかった。うん。そっか、でもそれ面白いね、そのエピソードは。だから、絵描きって言ってる頃は、別の仕事をしてました。他の仕事してて。はい。画家って言った瞬間に、画家の仕事がなんとなくこう入ってきて入れ替わったみたいな感じです。面白いな。いや、でも、やっぱ仕事したくないんですよ。うん、基本は。はい。だからやっぱ、はいはい、本当の画家にならないといけないんだなと思って。で、やっぱ考えます、いろいろ。でも、そう、発信の話とかも、いや、したくないな、みたいな。でもしないとな、みたいな。でもなんか、したくなかったらしなくていいと思ってて。はい。最近こう、やっぱり、発信しなきゃいけないっていう結構プレッシャーみたいなものが世の中にあると思う。世の中にある。みんなが発信するようになったじゃない、はい、そのアーティストも政治家も。政治家もね。政治家も画家も、で、一般の人もだし、会社員も、誰もが発信するから、なんかその発信しなきゃいけないみたいなプレッシャーが結構強い気がしてて。いや、確かにあるかも。僕はそれを感じちゃってんのかもしれない。だから多分そう感じてるうちは発信しても、うまくいかないというか、結局、ね、その気持ちが伝わっちゃうじゃん。そうですね。見てる人たちに。こいつ本当は発信したくないんだろうな、みたいな。いや、僕も結構そういう時あるけど。喋りたくないのに喋ってるみたいな。そうですね。やっぱ、心の健康が大事です。そうだね。心の健康が大事で、それがあれば、作り続けることができるだろうし。そう思います。ちょっと長くなってるんで、そうですね。なんか今後の展望とか、直近の展示のなんかお知らせとかなんかあれば最後。ないんですけど、まあ、絵はもう描き溜めてるので、もういつでもという感じですね。で、曲も今年のアルバム作ってます。7曲ぐらいできてるんで。すごいわ。あと2、3曲頭に入ってるのを作ったら、告知せず発表すると思います。いや、そんな発信をやってない、菊池くんの情報を見るには、なんかアカウント何見たらいいですか？何見たらいいんだろうな。まあ、概要欄に貼れるやつをじゃあちょっと貼っときますかね。そうですね。あまり更新しないインスタと、あとまあ時々シティボーイズのリンクかな。音楽ですね、はい。はい。ぜひフッキーの活動と作品を見てみてください。すいません。今日はありがとうございました。ありがとうございます。また。